り解説。涙腺崩壊。昭和の男たちが映画館で泣いた。魂を揺さぶる感動作ベスト10。皆さんこんにちは。ねえマリサ、今回のテーマは昭和の泣ける映画だけど、感動の核心に触れるってことは、もしかして、結末まで話しちゃうの？その通りだぜレイム。今回は、物語の核心に触れずに魅力を語るのは不可能なくらい、魂を揺さぶる名作ばかりだ。だからはっきり言っておくぜ。この動画はネタバレ全開だ。なるほど。結末を知っていても、いえ、知っているからこそ、セリフや情景の一つ一つに込められた意味をかみしめて、もう一度あの感動を味わいたい。そんな方向けの企画なのね。皆さんがネタバレされてもいいから語り合いたい魂の感動作も、ぜひコメントで教えてくださいね。そういうことだ。単なるお涙ちょうだいじゃない。人間の尊厳、家族の絆、そして逆境に立ち向かう強さを描いた本物の感動作だけを厳選したぜ。覚悟はいいか？早速、ランキングを見ていこう。第10位。キューポラのある街。1962年。さあ、涙腺崩壊ランキングの幕開けだぜ。第10位は1962年の名作、キューポラのある街。これは貧しい中でもひたむきに前を向く少女の姿に、見ているこっちが、頑張れ、って応援したくなって、思わず涙がこぼれちまうタイプの感動作なんだ。キューポラは工場の煙突のことよね。重いテーマそうだけど、どうして泣けるの？それはな、吉永小百合が演じる主人公純が、本当にけなげでたくましいからなんだ。父親が失業して酒に溺れ、家庭は崩壊寸前。そんな絶望的な状況でも、決して下を向かずに生きようとする。その姿がもう、たまらないんだぜ。聞くだけで切ないわ。お父さんはどうしてそんなことに？純の父親は腕利きの鋳物職人なんだが、オートメーション化の波についていけないんだ。プライドが邪魔して新しい工場に馴染めず、組合が取ってくれた金も赤の世話になったなんて言って酒とオートレースに使い込む。まさに絵に描いたような昭和の頑固親父なんだ。そんなお父さんを支えるなんて、純ちゃんはなんて良い子なの？ああ、純は高校進学のため、家計を助けようとパチンコ屋でバイトまでするんだ。一度は不登校になっちまうが、担任の先生のいつでも自分の意見を持つために、人は勉強するんだっていう言葉で立ち直る。そして近代的な工場で生き生きと働く女性たちの姿に、自分の未来を重ねるんだぜ。よかった。自分の力で希望を見つけられたのね。その通りだ。だからこれは、ただかわいそうなだけじゃない。厳しい現実の中で、少女が未来を切り開く希望の物語なんだぜ。ラスト、就職試験に向かって兄貴と街を駆け抜ける純の姿は本当に清々しくて、見る者はきっと、涙ぐみながら拳を握りしめてしまうはずだぜ。第9位。偉人たちとの夏。1988年。続く第9位は1988年の偉人たちとの夏だぜ。これは一見するとホラー映画のようだけど、その本質は違う。孤独な中年男が、幼い頃に死に別れたはずの両親と再会を果たす、究極の家族愛の物語なんだ。そのあまりの切なさに涙腺が崩壊するんだぜ。幽霊に会う話なのに、怖さより悲しさが勝るっていうこと？なんだか不思議な映画ね。まさにその通りだぜ。主人公は妻子と別れて、都会のマンションで孤独に暮らしているんだ。そんな心の隙間に、ふっと現れるのが12歳の時に交通事故で亡くなった、若いままの両親なんだよ。失ってしまった愛情、甘えられなかった時間を取り戻すかのような、夢のような日々を過ごすんだ。その幸福感が大きければ大きいほど、見ている側はこれが幻だと分かっているから切なくなってくるんだ。亡くなったお父さんやお母さんに、大人になった自分として会えるなんて、考えただけで胸が締め付けられるわ。だろ？劇中では、片岡鶴太郎が演じるお父さんとキャッチボールをしたり、秋吉久美子が演じるお母さんの手作りアイスを食べたり、まさに失われた少年時代そのものなんだ。でも、偉人と深く関わるのには代償があって、主人公の体はどんどん衰弱していく。そして、ついに永遠の別れを決意するんだ。
浅草の今半ですき焼きを囲みながら涙で別れを告げるシーンは、日本映画史に残る屈指の号泣シーンと言ってもいいぜ。すき焼きが最後の晩餐だなんて。そんなの悲しすぎるじゃない。ああ、だからこの映画は、誰の心の中にもある、もう一度、あの人に会いたいという痛切な願いを形にした物語なんだ。温かい郷愁と深い愛情、そして避けられない別れの定めが、見る者の涙腺を激しく刺激する、大人のための、ほろ苦くて美しいファンタジーの傑作なんだぜ。第8位、ビルマの盾ごと、1956年。第8位は、もはや説明不要の不朽の名作、市川崑監督による1956年のビルマの盾ごとだ。戦争の悲劇を描きながらも、その魂は鎮魂と平和への祈りに満ちている。これは単なる反戦映画じゃない。日本人の心の金銭に触れ、人間とは何かを問いかけてくる。涙なしには見られない映画なんだぜ。知ってるわ。盾ごとを持った兵隊さんの話よね。どうしてこの映画は、こんなにも人の心を打つの？それは、主人公水島上等兵のあまりにも気高く、そしてあまりにも悲しい決断にあるんだ。彼は、終戦後も降伏を拒む部隊の説得に失敗し、仲間と離れ離れになってしまう。その道中で彼が目にしたのは、ビルマの地に無数に横たわる日本兵の亡骸だったんだ。想像するだけで、言葉が出ないわ。ああ、仲間と共に日本へ帰りたい。でも、この無念の魂たちを放ってはおけない。その壮絶な葛藤の末に、彼は僧侶となってこの地に残り、生涯をかけて同胞を弔うことを決意するんだ。この自己犠牲の精神、これこそが涙腺崩壊の一つ目のポイントだぜ。自分の幸せを捨てて、他の人のために。なんて崇高な決断なの。そして涙腺崩壊のクライマックスが、仲間たちとの別れのシーンだ。帰国前日、収容所の鉄条網の向こうに水島が現れる。仲間たちが一緒に帰ろうと叫ぶ中、彼は何も言わず、ただ盾ごとで別れの曲、仰げば尊しを奏でるんだ。言葉にならない決意が、その悲しい音色に全て込められていて、もう涙が止まらないんだ。ダメ、想像しただけで泣きそう。とどめは、日本へ帰る仲間が話したオウムへの返事だ。そのオウムは、もともと仲間たちが水島に一緒に帰ろうと教え込んだものだったが、水島の下で自分は帰るわけにはいかないと教え込まれて戻ってきたんだ。希望が完全に絶たれた瞬間、彼の決意の重さが胸に突き刺さり、ただ涙するしかない。戦争が奪ったものの大きさと、それでも失われない人間の尊厳を描いた、永遠の傑作なんだぜ。第7位、名もなくまずしく美しく、1961年。第7位は、タイトルそのものが涙を誘う1961年の傑作、名もなく貧しく美しくだ。これは戦後の混乱期を舞台に、耳が聞こえない夫婦が幾多の困難を乗り越えていく、愛と涙の物語だぜ。もうティッシュ箱の準備は必須だぜ。耳が聞こえない夫婦が主人公なのね。ただでさえ大変な時代に、どれほどの苦労があったのかしら。その通りだぜ。高峰秀子演じる明子と、小林圭樹が演じる道夫は、世間の無理解や貧しさに何度も打ちのめされるんだ。特に辛いのが、最初に授かった赤ん坊を、耳が聞こえないがゆえの事故で亡くしてしまう。この悲劇は本当に胸が張り裂けそうになるぜ。そんな、あまりにも残酷すぎるわ。劇中には、明子の世間の人は同情しても理解はしないという、魂の叫びのようなセリフがある。これが当時の生涯を持つ人々の現実だったんだ。だが、この映画が本当にすごいのは、そんな絶望の中でも、二人が決して愛を諦めないことだ。その姿が、見る者の涙腺をこれでもかと刺激するんだ。どんな困難があっても、二人で支え合っていくのね。その象徴が、日本映画史に残る屈指の名場面だ。家出した明子を追いかけた道夫が、隣の車両から窓越しに必死に手話で思いを伝えるシーンがあるんだ。声は届かない。でも心は通じ合っている。この静かで、しかし何よりも雄弁な愛の告白に、涙しない人間はいないはずだぜ。うわぁ、それは絶対に泣いちゃうわ。だろ？
やっと息子も両親を理解してくれるようになり、幸せが見えてきた矢先に、あまりにも悲劇的な結末が待っているんだ。だからこそ、この夫婦が懸命に生きた日々の輝きが、永遠に見る者の心に刻まれ、涙となって溢れ出すんだぜ。第6位、無法松の一生、1958年。さあ、どんどん行くぜ。第6位は、男の純情に日本中が泣いた名作、無法松の一生だ。今回は稲垣浩監督、三船敏郎主演の1958年版について語るぜ。これはもう、理屈抜きで魂を揺さぶられる物語。報われることのないと知りながら、ただ一人の女性とその息子に生涯を捧げた男の、あまりにも切ない生き様に涙腺が崩壊するんだぜ。無法松って、名前からして荒々しいイメージだけど、そんなに純粋な物語なの？ああ、そこがいいんだ。三船敏郎が演じる松五郎は、喧嘩っ早くて無学な人力車夫だが、心根は誰よりもまっすぐで義理人情に熱い。ひょんなことから助けた陸軍隊員に恩義を感じて、彼が亡くなった後、残された未亡人のよし子さんと息子の敏夫くんを、自分の全てを投げ打って守り続けるんだ。まるで本当の父親のようにな。自分の家族でもないのに、見返りを求めないどころか、自分の身分を嘆いて身を引くなんて、あまりにも切なくて、純粋すぎる愛情ね。その通りだ。特に魂が震えるのが、成長した敏夫が帰省した夜に見せる祇園太鼓のシーンだ。よし子への秘めた思い、父親のように育てた敏夫への愛着、そして自分の身分へのもどかしさ、言葉にできない全ての感情をバチに込めて、狂ったように太鼓を乱れ打ちするんだ。あれはまさに松五郎の魂の叫びそのものだぜ。聞いているだけで、胸が苦しくなるわ。だが、一番泣けるのは彼の恋心の結末だ。ある夜、ついによし子に思いを伝えようとするが、車夫の自分が隊員の奥方に恋するなんて。と、俺の心は汚ねえ、と自分を責めて、彼女の前から去ってしまう。そして最後は雪の中、誰にも見取られずに孤独に死んでいくんだ。そんな、最後まで思いは伝えられなかったのね。ああ、だが彼の死後、遺品からよし子と敏夫のために貯めた通帳が見つかる。彼のどこまでも深く、見返りを求めない無償の愛が、死をもって証明されるんだ。このあまりにも悲しい結末に、涙なしではいられない。男の一途な純情が、これでもかと胸に突き刺さる傑作なんだぜ。第5位、二重視の瞳、1954年。ランキングもいよいよ折り返しだ。第5位は、見るたびにハンカチが絞れるほど泣ける。日本映画の金字塔、1954年の二重視の瞳だぜ。これはもう、ただの泣ける映画じゃない。戦争というものが、いかに人々のささやかな幸せを奪っていくかを痛感させられる、魂の物語なんだ。高峰秀子さんが先生の役をしていた映画よね。小豆島の美しい風景が印象的だけど、どうしてそんなに涙を誘うの？この映画の涙腺崩壊ポイントは、純粋無垢だった子供たちの瞳が、貧しさや戦争によって、その輝きを失っていく過程そのものなんだ。新任の大石先生と12人の生徒たちの間には、本当に深い愛情の絆が結ばれる。先生が怪我で休んだ時は、子供たちが8キロもの道をお見舞いに歩いてくるほどにな。なんてけなげな子たちなの。そんなに仲が良かったのに。ああ。だが、時代の波は容赦ない。貧しさから奉公に出される子、そして戦争が始まると、教え子たちは次々と戦地へ送られてしまう。あれだけ輝いていた12人の子供たちのうち、3人が戦死し、1人が病で亡くなるんだ。先生自身も夫を戦争で失ってしまう。ひどすぎるわ。戦闘シーンがなくても、戦争の残酷さが伝わってくるのね。その通りだ。映画の中で、子供たちが歌う歌が最初は7つの子みたいな童謡だったのに、いつの間にか軍歌に変わっていくんだ。この演出が、静かに、だが確実に時代が狂っていく様を見せつけて、胸が締め付けられるんだぜ。そして戦後、生き残った教え子たちと同窓会を開くんだが、もう涙なしには見られない。揃わなかった瞳を思って泣くのね。そうだ。戦争で失明した教え子が、
見えない目で昔の集合写真を指でなぞるんだ。このシーンで涙を耐えられる人間はいないだろうな。戦争の悲劇と、それでも失われない指定の絆。このコントラストが、見る者の涙腺を完膚なきまでに破壊するんだぜ。第4位、東京物語、1953年。第4位は、小津安二郎監督が手掛け、海外の監督たちからも史上最高の映画として尊敬される1953年の東京物語だ。これは派手な事件が起きるわけじゃない。ただ、家族というものの、どうしようもない現実と人生の孤独が、静かに、だが鋭く胸に突き刺さる。見終わった後、自分の親に電話したくなる。そんな映画なんだぜ。なんだか、見るのが少し怖いわね。どんなお話なの？尾道から老夫婦が、東京で暮らす子供たちに会いに来るんだ。でも医者の長男も、美容院を営む長女も、日々の生活に追われて両親を厄介者扱いしてしまう。その姿が、もう他人事じゃなくて、見ている誰もが自分は大丈夫かって自問自答させられて、静かに涙がこみ上げてくるんだ。耳が痛いわ。忙しいことを理由に、親への連絡をつい後回しにしてしまう自分と重なってしまうわね。でも、それだけじゃ涙腺崩壊とまでは。もちろん、それだけじゃないぜ。この映画には一筋の光がある。それが、戦死した次男のお嫁さん、原節子が演じる典子の存在だ。血の繋がらない彼女だけが、仕事を休んでまで老夫婦に優しく尽くすんだ。その気高い優しさが、実の子供たちの無関心さと対比されて、あまりにも美しく、そして切なくて涙を誘うんだ。他人であるのりこさんだけが救いなのね。そして、本作最大の涙腺崩壊ポイントが、旅の疲れから母が亡くなった後、のりこが本心を打ち明けるシーンだ。舅であるお父さんから感謝された彼女は、私、ずるいんですと言って泣き崩れる。亡き夫を忘れかけている自分を責めるんだ。完璧に見えたのりこさんも、苦しんでいたのね。ああ、だが、ここからが本当にすごい。お父さんは彼女を一切責めず、やっぱりあんたはええ人じゃよ、正直でと全てを受け入れ、亡き妻の形見の時計を渡すんだ。血を超えた親の深い愛情、究極の許しに触れた瞬間、のりこの涙とともに観客の涙腺も完全に決壊する。そして全てが終わり、一人残されたお父さんの背中に、人生の寂しさが凝縮されていて、もう涙が止まらないんだぜ。第3位、砂の器、1974年。いよいよトップ3の発表だぜ。第3位は、日本サスペンス映画の頂点に君臨する1974年の砂の器だ。これは単なる犯人宛てのミステリーじゃない。人間の宿命という、あまりにも重く、そして悲しいテーマを描き切った傑作なんだ。見終わった後、その衝撃にしばらく席を立てなくなるぜ。砂の器って、すごく有名な映画よね。サスペンスなのに、どうして涙腺崩壊ランキングに入っているの？それはな、この映画のラスト40分間にあるんだ。天才音楽家我が栄養が犯した殺人。その動機が明かされるとき、観客は犯人を憎むどころか、その背負ってきた宿命にただ涙するしかないんだぜ。彼の過去には、ハンセン病の父との、壮絶な放浪生活があったんだ。ハンセン病。昔はものすごく差別がひどかったって聞くわ。ああ、その差別のせいで親子は村を追われ、お遍路姿で日本中をさまよう。その旅の過酷さと、それでも決して切れなかった親子の絆が、我がの作曲した交響曲、宿命に乗せて、回想シーンとして描かれる。この演出がもう、圧巻なんだ。刑事の冷静な事件解説と、親子の悲しい旅路、そして荘厳な音楽が一体となって、涙腺を総攻撃してくるんだぜ。過去を隠すために、人は辞めてしまったのね。そして、涙腺のダムを完全に決壊させるのが、療養所にいる父親のシーンだ。刑事から息子の写真を見せられた父親は、すべてを察して、おらこんな人知らねえと泣き叫ぶんだ。息子の未来を守るための、魂からの叫びだ。この父親の深い愛情に、涙なしではいられない。お父さんの気持ちを考えると、もうダメ。だろ？
殺人という罪は決して許されない。だが、彼をそこまで追い詰めた宿命とは何だったのか。差別という社会の闇が生んだ悲劇に、誰もが胸をえぐられ、ただ涙するしかない。サスペンスの枠をはるかに超えた、人間ドラマの金字塔なんだぜ。第2位、奈良山節子、1983年版。涙腺崩壊ランキング、いよいよ第2位だ。1983年にカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞し、世界を震撼させた今村昌平監督の奈良山節子。これは生半可な気持ちで見たら魂を持っていかれるほどの衝撃作だ。人間の生と死の根源を、あまりにも赤裸々に、そして残酷なまでに美しく描き切っているんだぜ。乳母捨て山の話よね。正直、見るのが怖いわ。ああ、怖いを通り越して、畏敬の念すら抱くかもしれない。物語の舞台は、食料が乏しい山奥の村。そこには70歳になった老人は口減らしのために山に捨てられる奈良山参りっていう掟があるんだ。坂本澄子演じる母親のおりんは、まだ元気なのに、家族のため、村のために自ら死を受け入れようとするんだぜ。自分の死を自分で準備するなんて、想像を絶するわ。その覚悟が壮絶なんだ。おりんは、まだ歯が丈夫なのは恥だと言って、自ら石臼で歯を叩き折るんだ。息子の達平に5歳を迎えさせ、家のことをすべて片付けて、安心していけるように準備を整える。これは涙腺崩壊とかいうレベルじゃない。人間の尊厳そのものに打ちのめされるぜ。お母さんの深い愛情なのね。息子さんはどんな気持ちで？尾形健が演じる息子の達平は、もちろん苦悩する。元気な母親を背負って、死に場所に連れて行かなければならないんだからな。雪の降る中、母を背負って黙々と山を登る親子の姿は、言葉がなくとも、その背中だけで涙を誘うんだ。自分の母親をその手でなんて、想像するだけで辛すぎるわ。そして、本作最大の涙腺崩壊シーン。白骨が転がる山頂に母を下ろし、掟通り振り返らずに下山する達平。その時、雪が降り始めるんだ。おっかー、雪が降ってきた。運がいいなー。達平は泣きながら叫ぶ。雪の中での死は安らかに生ける吉兆だからな。静かにうなずき、死を受け入れる母の姿は、もはや神々しくさえある。究極の親子愛の形に、我々はただ涙することしかできないんだぜ。第1位、蛍の墓、1988年。そして、昭和の泣ける映画、栄光の、いや、あまりにも悲しい第1位は、1988年、スタジオジブリ制作、高畑勲監督の蛍の墓だ。これはもう、涙腺崩壊という言葉すら生ぬるい。見る者の心を容赦なくえぐり、戦争というものの本質的な悲劇を叩きつける、究極の作品だぜ。この映画は、一度見たら忘れられないわ。でも、辛すぎて何度も見られない人も多いんじゃないかしら。そうだろうな。物語は昭和20年9月21日夜、僕は死んだっていう、主人公セイタの死から始まる。すでに魂となった兄妹が、自分たちの最後を見つめるっていう構成なんだ。神戸大空襲で母を亡くし、頼った親戚の家にも居場所をなくした14歳の兄と4歳の妹。二人が必死に生きようとすればするほど、破滅へと向かっていく。その過程が本当に辛いんだ。おばさんの家にいれば、あんなことにはならなかったのかしら。そう単純じゃないのがこの映画の深いところだ。セイタの未熟さやプライドを指摘する声もある。だが、あの異常な時代の中で、子供が子供らしくあることすら許されなかったんだ。二人が防空壕で暮らし、蛍の光にささやかな喜びを見出すシーンは美しければ美しいほど、その後の悲劇を際立たせるんだぜ。蛍のお墓のシーンは、思い出すだけで涙が出るわ。ああ、そして、涙腺の堤防を完全に破壊するのが、栄養失調で衰弱していく節子の姿だ。意識が朦朧として、おはじきをドロップだとしゃぶったり、兄ちゃん、大きにって言いながら石ころをご飯だと言って渡したり、セイタが必死で買ってきたスイカも、もう食べる力は残ってない。そして静かに、もうやめて、悲しすぎるわ。この映画は反戦を声高に叫ぶんじゃない。ただ、
戦争という状況下で、社会からこぼれ落ちた幼い命がどうなっていくのかを、徹底的なリアリズムで見せつける。だからこそ、見る者は誰のせいにもできず、このどうしようもない悲劇に打ちのめされ、涙するしかないんだ。日本人が決して忘れてはならない、魂の傑作だぜ。総評またはまとめ。ティッシュが一箱なくなっちゃったわ。どの作品も、ただ悲しいだけじゃなくて、胸にずっしりと残るものばかりだったわね。ああ、今回紹介した10作品に共通するのは、戦争や貧困、差別といった過酷な運命の中でも決して失われることのない人間の尊厳や深い愛情なんだ。だからこそ、私たちの心を強く揺さぶるんだぜ。CG なんかがない時代だからこそ、役者さんの魂の演技とか、物語の力がダイレクトに伝わってくる感じがしたわ。その通りだぜ。脚本の力、役者の魂、そして監督の鋭い眼差しが、人間の心の奥底を深く描き出していたんだな。さて、今回紹介した映画以外にも、皆さんにとって忘れられない昭和の泣ける映画があれば、ぜひコメント欄でその思い出とともに教えてくれよな。皆さんのナンバーワンも気になりますね。この動画があなたの心に響いたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。